こんにちは。今回はフリーCADの練習用に積み重ねできるトレイを作ってみたいと思います。スケッチしてパッドで立体にしてポケットで削る。この3つの基本操作だけを使って1つの完成モデルを作る練習をしていきます。使うのはパートデザインワークベンチだけです。難しい設計や細かい寸法設定は一切ありません。とにかくパッドで積み上げてポケットで削るこの基本操作に慣れることが目的です。動画と同じように一緒に操作してみてください。早すぎる部分は適宜一時停止やスロー再生でご覧ください。それでは始めましょう。まずは1段目の底面を作ります。パートデザインワークベンチになっていることを確認してください。ではパラメトリックボディをクリックしてください。新しいスケッチ項目が表示されますのでクリックしてください。次にアタッチメントを選択、項目が表示されます。今回は上から見た状態で作図します。 XY 平面を選んで OK ボタンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わりました。さて当動画ではグリッドスナップ機能を使います。グリッドスナップ設定を行っていない方はスパナーアイコンをクリックしてください。グリッドを表示、グリッド間隔を自動調整、グリッドにスナップをチェックしてください。では四角形アイコンをクリックしてください。原点を支点にして四角形を1つ描きます。画面上に横サイズと縦サイズの数値入力ボックスが表示されます。では横サイズを 100mm と入力してください。タブキーを謳歌すると縦サイズの数値入力ボックスにカーソルが移動します。縦サイズを 160mm と入力してください。これがトレイの底面の外形となります。では閉じるボタンでスケッチを閉じます。もし閉じた後の画面がモデルになっていない場合はモデルに切り替えてください。モデルツリーで今作ったスケッチが選択されていることを確認してください。ではパッドアイコンをクリックしてください。スケッチした四角形がそのまま立体になります。長さを 2mm と入力してください。 OK ボタンをクリックします。これでトレイの底面ができました。次にトレイの外側にある縁部分を作ります。この上にもう一段四角形を積み上げます。今作った立体の上面をクリックしてください。面が選択された状態でスケッチアイコンをクリックします。ここでは壁の厚みを 2mm にしたいので 2mm だけ外側に広げたサイズで作図します。では四角形アイコンをクリックします。視点は原点から X 座標と Y 座標を -2mm ずらした位置です。壁の厚みを 2mm にしたいので元の横幅 100mm より左右に 2mm ずつ広げて合計で 104mm になります。縦幅も同じ計算で 164mm となります。グリッドを拡大して表示されている座標値が X 座標 -2mm、Y 座標 -2mm のポイントでクリックしてください。続いて横サイズを 104mm と入力してください。縦サイズを 164mm と入力してください。これでトレイ底面の外側の土台のスケッチが完成しました。閉じるボタンをクリックしてください。ではパッドアイコンをクリックしてください。長さを 2mm に設定します。設定したら OK をクリックしてください。これで外側に少し張り出した土台ができました。次にトレイの壁を作っていきます。では今作った上面を選択してスケッチアイコンをクリックしてください。スケッチ画面に切り替わったら四角形アイコンをクリックします。まず内側の壁の四角形を描きます。視点を原点に合わせて横サイズを 100mm と入力してください。縦サイズを 160mm と入力してください。続いて外側の四角形を描きます。これで外側と内側の2つの四角形の間が立体化されます。これがトレイの壁の部分となります。ここでは壁の厚みを 2mm にします。視点は原点から 2mm 外側に広げた位置として作図します。グリッドを拡大して座標値 XY が -2mm、-2mm のポイントでクリックしてください。
横サイズを 104mm と入力してください。縦サイズを 164mm と入力してください。これでトレイの壁面のスケッチが完成しました。閉じるボタンをクリックしてください。パッドアイコンをクリックします。長さを 30mm と設定して OK ボタンをクリックしてください。これでトレイの壁が完成しました。最後に前面に指をかけるための穴を作ります。トレイの前面をクリックして選択してスケッチアイコンをクリックしてください。指をかけるための穴ですのでどんな形でも構いません。ここではトレイ上部に適当なサイズの四角形を描くことにします。丸や楕円などお好きな形状でスケッチしてください。スケッチが終わったら閉じるボタンを押してください。ではポケットアイコンをクリックしてください。壁の厚みが 2mm なのでポケットの長さも 2mm にします。では OK をクリックしてください。これで完成です。前面に穴が開いて取り出しやすいトレイになりました。では STL ファイルに出力して 3D プリンターで印刷してみましょう。ちなみにスライサーの設定はお使いの 3D プリンターごとに異なると思いますので割愛します。STL ファイル出力はボディごとに行います。ボディを選択してください。メニューのファイル、エクスポートをクリックします。ファイル名に STL のファイル名を入力します。ファイルの種類は STL、メッシュを選択してください。あとは出力した STL ファイルをスライサーにインポートして印刷してください。いかがでしょうか？自分で描いた形がこうして実物になるのはとても面白いものです。ぜひ試してみてください。お疲れ様でした。今回はフリーキャドの練習用のモデルということで、スケッチ、パッド、ポケット、この3つだけを使って積み重ねできるトレイを作ってみました。もしパッとした時に形状が変だったら直前のスケッチをチェックしてください。線が重なっていないか、線が途切れている部分はないかなど焦らず戻って確認してみてください。同じ形を少しずつサイズを変えて積み上げることで様々な容器形状を簡単に作ることができます。デスクの引き出しに入れて小物整理に使ったり、積み重ねて収納ボックスとして使ってみてください。また例えば形状をアレンジしてみて背景のようなより実用的なモデルにすることもできます。仕切り板を作ってみるだけでも十分練習になると思います。ぜひ同じモデルを実際に作ってみてアレンジにもチャレンジしてみてください。ちなみに角を丸くしたり複雑な形にするとスケッチの線が交差したり立体化の計算が難しくなって壊れやすくなります。まずは今回のようなシンプルな四角形の組み合わせで操作の順番をマスターしてみてください。フリーキャド超入門講座はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。